こんにちは。少しずつ涼しくなるにつれ、暑さを理由にだらけられないことが心配でならない唐揚げです。さて、本日のラインナップは、セクシーに転ぶ看護婦が見たもの。救急隊員のカメラに捉えられた黒い死神。お仕置きをされたガキンチョ。役に立つんだか立たないんだかようわからんポルターガイスト。でお送りいたします。Let's dive in! 中国にあるとある病院。この病院、電子器具がバグったり、水が勝手に出たりと、不可思議なことが頻繁に起きるんだそう。病院の廊下、作業をしているナース2人。突然2人のナースは作業をやめ、全速力で逃げ出します。まるで何かに追われているようです。油切ったド変態親父の幽霊でも見たのでしょうか。ちょっと怖いのは、2人の看護師が逃げ出した直後、医療機器が微妙に動いていること。はじめ看護師の一人が逃げ出す時に足かなんかに当たってしまい動いたのかなと思ったんですけれども、よく見ると少し時差があるように見えます。一人の看護師は慌てすぎて受付の前にいてセクシーに転んでいます。後でこの2人に何が起きたのかを聞いたところ、半透明の人の形をした何かが追いかけてきたんですって。ちなみに、もはや心霊とは全く関係ないですが、関連動画で中国の看護師が病院で踊っている動画があったので紹介しておきます。この子気づかないで踊っているんでしょうか。キレが抜群ですね。後ろにいるおじさん、変態の霊ではありません。変態親父じゃなくて、親父ブチ切れてますね。エロい人ではなく偉い人なんでしょう。何を言ってるかはわかりませんが、もっとセクシーにとでも言っているんでしょうか。おそらく違いますね。すんません。気を取り直して、これは知り合いから聞いた話なんですけど、その知り合いの友人の看護師さんが夜勤をしていた時に、ナースコールが鳴ったので患者のところに行ったそうです。で、いろいろ世話をしていたところ、ふと向かいの患者のベッドの横に目をやると、生首が浮いていたそうです。なんとか悲鳴を上げるのを抑え、患者の世話をした後、生首があったところを見ないようにして一旦ナースセンターに急いで戻ったそう。そんで、夜勤をしていた同僚を連れてきて確認してみたんですって。そしたらそれ備え付けのデスクライトに無造作にかけてあったカツラだったんですよ。紛らわしい。寝ている親父のおでこにペタンとツッコミを入れなかった看護師さんを褒めてあげたいです。ちなみに病院の怪談といえば、松島初音さんという YouTuber の方の入院した時の話がめっちゃ怖かったです。興味ある方は検索してみてください。救急隊員がランチタイムの時に撮った動画です。患者が運ばれてきてます。1時間後にこの患者は残念ながらお亡くなりになられました。ご冥福をお祈りします。ふらふらとうろつきながらたわいもないことを話しつつ動画は終わります。仕事が終わって帰るとき、その動画を見返してみると、そこには恐ろしいものが映っていました。見てみましょう。廊下の奥に何か映ってますね。修道士が着ているような黒い服にも見えます。アップにしてみましょう。動き上がってます。そして暗闇にぬるっと溶け込んでいきます。もしかしたら人なのかもしれませんが、名探偵コナンにちょくちょく登場する犯人じゃないんだから、病院にこんな黒ずくめの人はいないでしょう。暗くて黒く見えたにせよ、廊下には電灯があるのに少しぐらいは色味が出そうなもんです。命を扱う救急隊員がこんな嘘をつくとは思いたくないですが、まあ後付けで誰かが動画をいじってる可能性もありますよね。つうかなんでこんなとこ撮ろうと思ったんだよ。この動画のコメント欄には、まさにこれは死神だ。オーマイガーというコメントで溢れ返っていました。欧米の人は怪しい黒いものイコール死神という謎の公式があるようですね。
文化の違いか、海外だと死神って人気の強キャラなんですよね。ちなみにイギリスとドイツでは死神は男性として表現されることが一般的で、フランス、スペイン、イタリアだと女性の姿をしていることがあるそうです。日本でも落語に死神ってありますよね。あれマジ面白いです。まだ聞いたことない人は YouTube で探してみてください。ちなみに元ネタはグリム童話の死神の名付け親という物語だそうです。家の中で引っ張られる子供、ガキンチョです。携帯をいじりながらダラダラ過ごしてますね。完全に休日の私や。このベッドのおばあは何でしょう？人形かな？かなり精巧に作られていますね。いきなりすごい力で足を引っ張られます。演技だったらめっちゃうまい。おばあちゃんかすかに動いてます。ごめんなさい。リアル置物だと思っていました。ガキンチョ一目散逃げていきます。そしてなぜかドアが地味に開きました。この意味のない地味さがリアリティを高めてますね。勉強しない男の子にブチギレたまんまの生き量かもしれません。私もガキンチョの頃よく怒られました。親がいない時に家中にサラダ油を撒いて滑って遊んでいたことがバレた時は、そりゃもう大変でした。ある時から家に帰ってくると、なぜか物がとっちらかってるようになりました。そこで防犯カメラをつけてみることに。ドアがガンガンと開いたり閉まったり、キャビネットのドアも開いたり閉まったりしています。閉じたり閉まったりではないです。開いたり開いたりでもないです。流しに置いてあるものもドーンと全て叩き落とされています。めっちゃ切れてる感じですね。かと思えば部屋を掃除してくれています。いいことに力を使っていますね。散らかす動画っていうのはよくありますが、掃除機をかけているもんは初めて見ました。めっちゃいいやつやんと思った矢先、またとっちらかす。一体何がしたいんでしょう。飴と鞭を巧みに使い分けるタイプの女性なのでしょうか。あまりにも非現実的すぎて少し信じがたいですね。もし本当ならテレビとか PC とか高級品を叩き壊してほしい。霊的にもいくらなんでもそれやりすぎやん、かわいそうやんって感じなんですかね。この掃除機かけてるやつ、やらせだとしたらどういう仕掛けなんですかね。 AI なのかな。男はすぐに家を出ることを決断したそうです。まあどうせは無理や。